今日はガトーショコラ風ケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ガトーショコラ風ケーキを作りたいと思います。もうすぐバレンタインということでチョコレシピをご紹介しているんですが、今回のレシピはたったの材料2つで作れて、さらに炊飯器で手軽に作れるレシピになります。そしてさらにですね、今回ラッピング方法もご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。チョコレート、卵、こちらの2つの材料で作っていきます。まずチョコレートなんですが、今回はミルクチョコレートを使用していきます。ミルクチョコレートを使うとね、結構甘めに仕上がるので、少し甘さを控えたい場合は、こちらはブラックチョコレートで作ってください。そして卵ですね。卵は L サイズの卵を使用します。この卵に関しましては、必ず常温の状態に戻して作るようにしてください。そして今回は3合炊きの炊飯器を使って作っていきます。そして炊飯器の内側にですね、サラダ油を薄く塗っておいてください。もしね、炊飯器の底にね、ケーキ生地がくっついてしまうのが心配な場合は、底の部分にだけクッキングシートを敷いていただいても OK です。ただですね、その分クッキングシートの跡がケーキにくっついてしまいますので、こちらはお好みでやってみてください。全体にね、塗っていきます。炊飯器はこのように内側にサラダ油を塗って準備しておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずチョコレートですね。今回ガーナのミルクチョコです。こちらをですね、今から湯煎で溶かしていくんですが、できるだけ細かめに刻んでください。包丁が使うのが面倒な場合は手でね、細かめに砕いていただいても OK です。それではね、刻んでいきます。チョコレートはね、電子レンジで溶かす方法なんかもあるんですけれども、電子レンジはね、たまに焦げちゃったりするので、湯煎で溶かしていただくのがね、一番失敗なくできると思います。はい、チョコレートはこのように細かく刻んでください。そしたらボウルの中にチョコレートを入れましょう。この後湯煎にかけるんですが、ボウルはステンレス製かアルミ製のものがおすすめです。そうすることでね、チョコレートが溶けやすくなります。はい、このようにボウルに入れてください。そうしましたらボウルにですね、だいたい60度ぐらいのお湯を張ってください。そしてボウルを置きます。あとはね、このままチョコレートを溶かしていきましょう。この時お湯がチョコレートに入らないようにだけ十分に注意して溶かすようにしてください。今回私は3合炊きでね、作っていくんですけれども、5合炊きで作る場合は 1.5 倍量にしていただくといいかなと思います。このようにチョコレートが溶けました。滑らかになるまでしっかりね、溶かしてください。そうしましたらこちらのチョコレートは使うまでね、湯煎に当てておいてください。それでは続いて卵を白身と黄身に分けていきます。白身に関しましては泡立てるので、大きめのボウルの中に入れてください。では分けます。今回 L サイズなんですが、グラムで言うと白身は全部で 120g、 卵黄は全部で 60g ぐらいを目安にしてください。そして卵黄はこちらに入れましょう。そうしましたら残りもね、同じように分けていきます。この時ね、卵黄が割れてね、白身の方に卵黄が入らないようにだけ注意してください。卵はこのように分けていきます。一つ注意していただきたいのがボウルなんですけれども、ボウルに水分や油分がついていると白身が泡立たなくなってしまう時があります。なのでボウルにね、きちんと水分や油分がついてないかチェックして割り入れるようにしてください。そしてこちらの白身なんですが、通常ね、白身は泡立てるまで冷蔵庫の中で冷やしてたりするんですけれども、今回チョコレートと混ぜるので冷蔵庫には入れずにこのままの状態で泡立ててください。それではですね、チョコレートと卵黄を合わせていきます。合わせる時は湯煎から外しましょう。そしてここにね、卵黄を一度に加えてください。この時ね、もし辛さが気になる場合は取ってください。炊飯するのでね、そこまで舌触りは気にならないかなと思うんですけれども、こうやってね、結構目立ってある時があると思うので、その場合はね、ピュッと取り除いてください。そしたらですね、ゴムベラで混ぜていきます。ぐるぐるぐるっと混ぜてください。
はい、OK です。卵を入れて混ぜるとちょっとねこうボソボソっとしてるというか質感が変わってきます。こんな感じ、ぽってりとした感じになります。あんまりやりすぎるとね今度は分離したりするので混ぜすぎないようにだけ注意してください。そしたらこちらはこのまま置いておきます。それでは続いて卵白を泡立てていきます。今回ハンドミキサーを使いますが、手動のホイッパーで作る場合はハンドミキサーの泡立て具合を参考にしっかりねよく泡立ててみてください。それではねハンドミキサーの高速で1分泡立てます。はい、OK です。1分泡立てるとこのようにねピンと角が立ってくると思います。今ね結構きめの粗い仕上がりになってますので、最後は低速できめの細かい仕上がりにしていきます。ハンドミキサーの低速で30秒泡立てます。この時ねこうやってボールをちょっと回しながらね泡立ててみてください。はい、OK です。最後低速で仕上げるときめの細かい仕上がりになります。そしたらこちらの2つの生地を合わせていきます。まずはじめにチョコレートのボウルの方に卵白を1すくい入れてください。はい、そして1回目はですね2つの生地をなじませるようにしっかりめにね混ぜてください。ちょっとねまだチョコレートが硬いと思うので、このようにちょっと練り混ぜるイメージというかねしっかりめに混ぜちゃって OK です。これでねチョコレート生地をだんだんね緩ませていきます。チョコレートが柔らかくなると卵白ともね合わせやすくなります。1回目混ぜるとねこのようにタラタラタラっとねちょっと柔らかい感じになってきます。そしたらもう一すくい入れましょう。そして2回目からはふわっとね混ぜていきます。このようにボウルもねぐっと回しながらね混ぜてみてください。そうするとね混ぜやすいと思います。できるだけこう泡をねあんまり潰さないイメージでふんわりふんわりね混ぜてください。はい、こんな感じです。まだちょっと筋が残ってるぐらいで大丈夫です。そしたらねもう一すくい入れてください。そして同じようにふんわりね混ぜていきましょう。卵白の塊がある時はこのようにゴムベラでね卵白の塊を切るように混ぜてみてください。そうするとねふわっと混ぜることができます。はい、このぐらいで OK です。まだちょっとマーブル状になってるぐらいですね。そのぐらいになったら今度は卵白のボウルの方に生地を戻し入れます。そうすることで混ぜムラをね防ぐことができます。この中にチョコレート生地を全てね一度に入れましょう。はい、そしたらまたねゴムベラでふんわり混ぜていきます。卵白のね塊が残らないように混ぜてください。ただあんまり混ぜすぎるとね今度はねふわっとならないので混ぜすぎないようにだけ注意してください。塊があった時はこのようにゴムベラで切るようにね混ぜてみてください。はい、 OK です。このようにねムラなく混ぜてください。今生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいの硬さになります。それではね炊飯器を用意してください。この中に生地を入れます。はい、そしてちょっと揺らして、あとはね少し高い位置から 2,3 回落としてください。そして大きな気泡を取り除きます。そうしましたらこちらを炊飯器で通常炊飯していきます。時間で言うとだいたい60分ぐらいかなと思います。こちらは目安にしてみてください。炊飯器の種類によっては60分以内にね終わってしまう場合だったりとか、あとはね60分以上かかってしまう場合があります。なのでもしね早く終わりそうな炊飯器の場合は玄米モードとかで作っていただくといいかなと思います。それでは炊飯していきます。はい、今ね私の炊飯器で1回目の炊飯が終わりました。時間で言うとね最初は60分表記だったんですが、測るとね40分で炊飯が終わってます。そしたら一度ね蓋を開けてください。よいしょ。こんな感じでねふわっとした仕上がりになってます。真ん中に一度竹串を刺します。こうやって見るとまだね生地が生っぽい状態です。これだとまだ炊飯が足りないので、もう一度蓋をして今度は早炊きボタンを押してください。多分ねこの炊飯器もそうなんですが、釜が熱々の状態だとすぐ炊飯できなくなります。なのでこのまま蓋をした状態で一旦ね熱を落ち着かせて、そして早炊きボタンが押せるようになったら押してください。それではまた炊飯していきます。は
はい、今ね2回目の炊飯が終わりました。今回ね2回目は早炊きボタンを押して、最初ねここに40分と出たんですけれども、実際20分で炊飯が終わってます。なので今回はトータルで60分炊飯したことになります。そしたらですね、蓋を開けます。こんな感じに仕上がってますね。そしたらもう一度竹串を刺します。そして今度はねこんな感じで生の生地がついてこない状態になります。このようになってれば OK です。そしたらですね、炊飯器から取り出します。そしてちょっとねこのように上下に揺すってください。結構ね今プルプルの状態です。このまま冷ましていただいてもいいんですが、ちょっとね中央の部分がへこんじゃうので、炊飯が終わったらすぐね取り出していきます。なのでこのように一度揺すってしっかりね周りから剥がしてください。そしたらですね、上にお皿をかぶせて裏返します。やけどしないように注意してください。よいしょ。はい、そしたら炊飯器を取り出してください。はい、このようにとても美味しそうに仕上がってます。このまま乾燥しないように一度粗熱を取ります。粗熱を取って冷ます時は表面が乾燥しないように上にねペーパーをふわっとかぶせて、このまま冷ますようにしてください。はい、ケーキが冷めました。こんな感じでね美味しそうに仕上がってます。それではですね、最後仕上げに粉糖をかけたいと思います。はい、 OK です。これでねガトーショコラ風ケーキの完成です。トッピングはねお好みでやってみてください。それではねラッピングしていきます。今回はワックスペーパーと、あとはこちらマスキングテープを使ってラッピングしていきます。まずですね、ワックスペーパーの上に置いてください。置く場所としてはね、上半分の真ん中に置いて、そしてどちら側でも大丈夫です。ここで一度一巻きしてください。そしてケーキに沿って折ります。こんな感じです。で折ったらこの頂点の部分ですね、ここを折って、そしてケーキのねこの頂点に合わせて折り込みます。ピッと折ってください。このように折りたたんだら、この余ってる方をかぶせます。そしてケーキに沿わせてこのように巻いてください。はい、で巻き終わりのところが後ろに来るので、ここをマスキングテープで留めます。今ねこのような状態です。この部分がね結構余るので、ケーキからだいたい3センチから4センチのところで切ります。今こんな感じですね。であとはここの両端を内側に折り込んで、こちら側も折り込みます。今ねこのような状態です。そしたらまず底の部分を内側に折り込みます。そして上の部分を下に折り込んで、そして最後後ろでまたマスキングテープで留めます。こんな感じ。そして表面はこのように三角になります。あとはねお好みでシールを貼ればこんな感じで可愛い仕上がりになります。今回はねワックスペーパーでやってますが、透明のフィルムでやっていただいても可愛いと思います。こちらの包み方は参考にしてみてください。はい、これでガトーショコラ風ケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はねお好みで粉糖をかけてデコレーションしてみてください。それではね切りたいと思います。断面はこんな感じでね、とてもずっしり濃厚な仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。このチョコレートにミルクの風味があってすごく美味しいです。甘さはね程よい甘さなんですけれども、このミルク風味がすごくいいですね。そして生地もしっとりとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のガトーショコラ風ケーキのポイントです。まずですね、卵に関してなんですが、こちらは必ず常温に戻した状態のものを使用するようにしてください。卵が冷たいとチョコレートに入れた時にね、チョコレートが固まりやすくなってしまいますので注意していただけたらと思います。そしてチョコレートなんですが、今回はミルクチョコレートを使用してます。ミルクチョコレートを使っていただくとミルクの風味も加わってとても美味しい仕上がりになります。ただですね、ちょっと苦めにしたいとか甘いのがちょっと苦手だなという場合は、こちらはブラックチョコレートで代用していただいても OK です。その場合もですね、分量は同量で作ってみてください。そしてチョコレートに関してなんですが、こちらはできるだけ細かめに砕いてください。そうすることでチョコレートも早く溶けて作業がスムーズになると思います。そしてチョコレートを溶かしたら卵黄を加えて手早く混ぜてください。ここであんまりね混ぜすぎるとたまに分離してしまうこともありますので、卵黄がね全部混ぜ終わったら無駄に混ぜないように
ようにだけ注意していただけたらと思います。そして卵白を泡立てる時なんですが、通常ね卵白を泡立てる時は冷蔵庫に入れて冷やした状態で泡立てると泡立ちやすいんですけれども、今回ねチョコレートと混ぜるので常温の状態で泡立てました。常温の状態でもね泡立ちますので、そのままねしっかりふわっとするまで泡立ててみてください。今回私はねハンドミキサーを使ってますが、こちらは手動のホイッパーを使っていただいても大丈夫です。その時は今回の泡立て具合を参考に頑張って泡立ててみてください。そしてチョコレートと泡立てた卵白を合わせる時なんですが、まず1回目に関しましては生地をなじませるイメージでしっかりめにねよく混ぜてください。そして2回目からはふんわり混ぜていただけたらと思います。今回ね4回に分けて加えたんですが、4回目に関しましては生地を入れ替えて混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。もしね卵白の塊があった時はゴムベラで切るように混ぜてみてください。あとはね炊飯するだけなのですごく簡単です。炊飯器の内側はですねサラダ油を軽く塗っておいてください。炊飯時間に関してなんですが、こちらはですね炊飯器の種類によって適正な炊飯時間が変わる場合があります。あとはですね炊飯器の種類によっては最初60分と記載されても40分で止まってしまったり、あとはそれ以上ね炊飯し続ける場合もあると思います。私の炊飯器の場合は中の状態に合わせて炊飯時間が短くなる場合があります。今回もそうだったんですが、最初通常炊飯して60分だったところ40分で炊飯が終わりました。どちらにしろ一度炊飯が終わったら竹串を刺してチェックして、生の生地がついてくる場合はもう一度再炊飯してください。2回目の炊飯に関しましては早炊きでいいかなと思います。ただですね、私の炊飯器みたいにすぐ炊飯できない場合もありますので、その場合はそのままですね蓋をした状態で炊飯ができるまで置いてください。そしてまた炊飯ができるようになったらもう一度スイッチを押して再炊飯していただけたらと思います。あとはですね2回目の炊飯が終わったらもう一度竹串を刺して生の生地がついてこないかチェックしてください。そして出来上がった後はそのままね炊飯器の中で冷ましていただいてもいいんですが、そうするとね真ん中の部分がくびれてしまう時がありますので、炊飯が終わったらすぐね取り出してください。あとはですね一旦冷ましてから召し上がっていただけたらと思います。今回ですね今の状態でただ粗熱を取って冷ましただけなんですが、こちらをですねラップでくるんで冷蔵庫でね1日冷やしていただくとずっしりとした食感に仕上がります。こちら2つの食感が楽しめますので両方楽しんでみてください。そして今回は簡単なラッピング方法もご紹介しました。もうすぐバレンタインですのでこのラッピングもねぜひ参考にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はガトーショコラ風ケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。